今回は、Teams の中で利用できる簡単な投票ツールPollsについて、紹介したいと思います。まず、画面の右側が教員の Teams の画面です。また、左側が学生側の Teams の画面とします。Teams で Pollsを使うには、アプリボタンをクリックしてインストールを行います。下にスクロールして Polls のアイコンをスクロールして、Polls のアイコンをクリックして追加します。今回はすでにPollsをインストールしていますので詳細はスキップします。それでは、チームの一般投稿画面よりの利用方法について見ていきましょう。この場合、チャンネルで投稿ボタンを押し新しい投稿画面が表示されたら、下のプラスマークをクリックします。こちらのダイアログが表示されたら、この中よりPollsを探し、クリックします。すると、このようなアンケートを作成画面が表示されますので入力していきましょう。例えば、表題を授業アンケートとして、選択肢をよく理解できた、理解できた、よくわからなかったとしましょう。こちらのボタンは、複数回答を用いる場合にオンとします。また、その他のオプションとして回答者の名前を記録するや、集計された結果を回答者と共有するなどのチェックボタンがあります。必要に応じて選択してください。そして、プレビューボタンを押します。すると、このようなプレビューボタン画面が表示されますので、間違いなければ、送信でアンケートをすぐに実施することができます。すると、このように学生の Teams の一般投稿画面にアンケートが表示されます。それでは、このアンケートに答えてみましょう。投票を送信ボタンをクリックします。教員側の投稿画面は不要なので、閉じておきましょう。投稿画面の上の方に、今作成したアンケートが表示されます。また、その下には、投票結果が表示されているのがわかります。結果の詳細を見るには、その他のボタンをクリックします。このボタンはアンケート作成者のみに表示されます。すると、このようにホームの画面が立ち上がり、アンケート結果を詳しく見ることができます。それではもう一件、アンケートに答えてみましょう。送信ボタンを押します。その他のボタンを押して、もう一度詳細を見てみましょう。応答が2件となり、下のグラフも変化していることがわかります。このように、即時に結果を観察することができます。それではもう一つ、別のアンケートを作ってみましょう。投稿の開始ボタンを押して、プラスマークをクリックします。そして、Pollsのマークをクリックします。今回はアンケートにとして、選択肢をよく理解できた。わからなかった。の2つにします。今回は、オプションを、集計された結果を回答者と共有するにチェックします。そして、プレビュー画面として送信します。すると、作成されたアンケートフォームが表示されます。この場合、下側にアンケートの結果共有画面も教師側、学生側にも表示されていることがわかります。学生側よりアンケートを回答すると、即時に、教師側、学生側に結果が表示されていることがわかります。教師側からもアンケートを行ってみましょう。すると、このように件数が2に増えたことがわかります。その他のオプションでも結果を確認してみましょう。Pollsが表示されたら、件数などの詳しい情報も確認することができます。また、この結果をこのボタンを押すことにより Excel にエクスポートすることができます。このような形で、Excel にデータが取り込まれるので、このデータを活用して、統計処理などの材料とすることができます。次はオンライン会議でのPollsの使用方法について説明します。最初にカレンダーを表示します。
そして、予約していたオンライン会議を開きます。参加ボタンを押します。この画面が表示されたら、今すぐ参加ボタンをクリックします。学生の画面にも、このような参加を促すダイアログが表示されますので、学生も参加しましょう。ポルズがインストールされていると、このようにメニューバーにポルズのマークが表示されているので、ここを押しましょう。すると、右側にポルズの画面が表示されます。アンケートを行うには、新しい投票ボタンをクリックします。するとこのような投票のタイプを選択する画面となります。目的に応じて、この中より選択を行ってください。それでは、アンケートを作ってみましょう。今回の選択肢は、よく理解できた。よくわからなかったの2つです。それでは、今すぐ起動を押して送信します。すると、このように会議の画面にアンケートが表示されます。それでは、アンケートに回答して送信しましょう。すると、このように結果が即時に表示されます。このように、オンライン授業においてもポルズを活用すると、即座に授業の理解度などを確認することができます。